今回はボックスリンクのルールを説明します。ボックスリンクのパズルは動画の概要欄とコメント欄にリンクが貼ってあるので、そちらから解いてみてください。それでは操作方法の説明から始めます。まずはモードが変に設定されていることを確認します。矢印を見てください。点線の上でボタンを押したままスライドすると、緑色の線を引くことができます。一度ボタンを離してから引かれた線の上で再びボタンを押したままスライドすると線を消すことができます。以上の操作でボックスリンクのパズルを解くことができます。次にルール文を読んで一つ一つ説明していきます。1、点線の上に線を引いて幅1マス、長さ2マス以上の長方形ボックスと呼びますをいくつか作りましょう。幅1マス、長さ2マス以上のボックスは例えばこのような形になります。長さは2マス以上なので3マスのボックスや4マスのボックスも作ることができます。横長のボックスだけではなく縦長のボックスを作っても構いません。ただしこのような正方形のボックスを作ってはいけません。また長方形でも幅が2マス以上あるものも作ってはいけません。ルールの2を読んでいきます。すべてのボックスはボックスの辺を共有せずにボックスの角を共有して一つながりになります。まずは作ってはいけないボックス同士のつながりを見ていきます。これらのボックスは辺を共有している部分があるのでルールを破ることになってしまいます。次に角を共有しているボックス同士を見ていきます。このような形でボックスはすべてを一つながりにする必要があります。続いてルールの3を読んでいきます。白丸はボックスの中に置いて、黒丸はボックスの外に置きます。白丸は必ずボックスの中に入れるようにします。黒丸はボックスの中に入れてはいけません。ボックスの中には白丸がなくても構いません。ルールの4は例題を解きながら説明した方がわかりやすいので後回しにします。それでは早速例題を解いていきます。一番左上にある白丸はボックスの中に入れないといけないので外周に沿って線を引くことができます。ここで縦長のボックスにすると黒丸がボックスの中に入ってしまいます。そうならないように白丸と黒丸の間に線を引いて横長のボックスにします。もっと横に長いボックスになるかもしれないのでとりあえずこのままにしておきます。次に一番下にある白丸を見ていきます。先ほどと同じように外周と黒丸との間に線を引きます。仮にボックスを縦長にして考えてみます。ここで左上の白丸をボックスの中に入れようとするとどうしてもボックス同士が辺を共有してしまいます。なので一番下のボックスは縦長ではなく横長にします。そしてこのボックスを3マス以上に伸ばすと今度はすぐ上の白丸を含むボックスが辺を共有することになってしまうので下のボックスは2マスにします。
もう一度右上の白丸を見ていきます。左に横長のボックスや下に縦長のボックスを作ると辺を共有してしまうので、とりあえずこのように線を引くことができます。左にある白丸も同じような考え方で線を引きます。次に真ん中にある2つの白丸を見ていきます。2つの間に線を引くと、どのような形でもボックス同士が辺を共有してしまいます。なので横長のボックスにします。ここからはボックス同士のつながりを見ていきます。一番左上のボックスを2マスにすると、ボックスの角を共有して他のボックスとつなげることができなくなってしまいます。3マスのボックスにしてもつなげることができません。4マスにすると黒丸がボックスの中に入ってしまいます。5マスにすると新たにボックスを作って他のボックスとつなげることができそうです。6マスにするとつなげることができなくなってしまうので、やっぱり5マスに戻すことにします。すべてのボックスは一つながりにする必要があるので、新たに作ったボックスの角から再び他のボックスとつなげていきます。最後に左下の白丸を見ていきます。縦長のボックスを作ることもできるし、横長のボックスを作ることもできます。ここで後回しにしたルールの4を読んでみます。ボックスによって囲まれた領域を作ってはいけません。縦長のボックスにすると、右隣にボックスによって囲まれた領域ができてしまいます。横長のボックスにすると、ボックスによって囲まれた領域がどこにもないので、こちら側に線を引きます。すべてのボックスが角を共有して一つながりになりました。すべての白丸がボックスの中に置かれていて、すべての黒丸がボックスの外にあるので、これで正解になります。それでは最後に10問のパズルとその答えを表示して終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。